駒を打つ。持ち駒を使うことを打つというふうに言います。盤上の駒に自分の駒が増えていくと嬉しいですよね。前回はこのように駒を取った駒を持ち駒に置くというのをやりました。今度はその持ち駒をまた盤上で使うことができる。それを打つと言います。さあ、この取った駒をもう一回今度は自分の駒として使えるというのは、この日本の将棋ならではのルールなんですね。日本の将棋は最初から終わりまで40枚の駒で戦うことになります。それではその打つ時の注意点が何点かあるので確認していきましょう。まず、駒を裏返して打つことはできません。次に駒をこの歩を1段目に打つことはできません。これはなぜかというと、歩は動かせる場所が前に1個ですね。ただここにはマス目がないので動くことができません。打ったその時にもう動かすことができない、かわいそうな駒になってしまうので、ここには打てません。また同じように香車も1段目に、こうした1段目に打つことはできません。これも同じ理由ですね。香車はまっすぐ前にしか進めません。打った瞬間からもう動くことができないので、ちょっとかわいそうですね。はい。そして桂馬もここに打つことはできません。そして桂馬の場合は2段目に打つこともできません。桂馬は動きは剣桂馬とここでしたが、ここにマス目がないですね。なので桂馬は1段目と2段目に打つことはできません。そういう注意点に注意しながら駒を使っていきましょう。それでは次の問題です。では私がいろんなところに駒を打つので、それが合っていたら丸、間違っていたら×をしてください。まずそうですね、これに打ってみましょう。これはどうですか？×ですね。打てません。ではここはどうでしょうか？これも打てません。ではこれはどうですか？これは打った瞬間ここに金がいるので動けないように思うかもしれませんが、これはね、金がもしどけばこういうふうに動くことができるので、ここは大丈夫です。正解です。丸ですね。ではこんなふうに打つのはどうでしょうか？これは×ですね。なったまま打つことはできません。ではここはどうでしょうか？これは打てますね。打った先に桂馬がいますが、動かすことができます。はい。ではこれはどうでしょうか？これは打つことができます。丸ですね。打った瞬間ここにね駒がいるんですけども、この駒がどけば動かすことができます。ということで駒を打つ練習でした。いかがでしたでしょうか？駒を打つにはちょっと注意点が必要でしたね。まず駒がいるところには打てないというのをやりました。そして裏返しをして打ってはいけないというのをやりました。また打った瞬間動けない香車と歩は1段目、桂馬は1段目と2段目に打ってはいけないというのをやりました。あとは自由にどこでも打ってもいいので、たくさん打つ練習をしてみましょう。